皆さんこんにちは、うみこです。今日もですね、一人車中泊に向かっております。千葉方面に向かっているんですけど、千葉の岩井で車中泊をして、明日の朝岩井でサップ釣りでイカを狙ってみようと思ってます。岩井でイカを狙うのは初めてではないんですけど、前回はね、当たりすらなくてちょっと残念な結果に終わってるんで、ちょっと今回リベンジしようと思って今回もね、例によって、フェリーで千葉の方に渡ろうと思ってますんで、まずはフェリー乗り場に向かいます。フェリー乗り場に着いたんですけど、だいぶ早く着いちゃってですね、時間があるので、そう今ね、このボンゴの鍵についてるキーホルダーがこんなものなんですけどね、納車の時についてたやつをそのままつけてる状態なんですよ。なのでこれを新しくしようと思います。ワムーのキーホルダーを手に入れましたのでですね、これに変えようと思います。ワムーは何かというとですね、ジョジョの奇妙な冒険っていうアニメ、原作は漫画でね、第2部の敵キャラですね。何これ、意外とむずい。カチーン。やっとまともなキーホルダーになりました。道の駅巨南、車中泊場所向かう前にちょっとこの近くのお風呂にも入りたいですし、ちょっと一旦ここで一休みしていこうかなと思います。ここは絶景ですよ。天気だけが残念だけど確かに綺麗だな。そして釣りをしている人が結構いる。お猫さんがおる。逃げてった。魚。お、つっついてる。そっちの湾内の方でサバが釣れてました。すごいのどか。ここで夕飯にしようかなと思います。お腹も空いてきたんでね。始まった。はい、今日はこの鶏胸肉をね蒸し焼きにしようと思うんですけど、下ごしらえをしてきました。下ごしらえと言ってもやることはすごい簡単で、鶏胸肉皮を剥いで塩をまとわせてですね、であとお水につけるだけです。このお水につけておくことでジューシーな焼き上がりになるので、そういうやり方をしてます。水分をねキッチンペーパーで軽く拭き取って、鍋が温まってきたんで皮がついてた方から焼きます。蓋をして2、3分。2分ぐらい経ちました。このね鶏胸あんまり大きくないんで、もうひっくり返してもいいかなと思います。2分ぐらい経ちました。蓋を閉めたまま火を消して
でこのまま10分から15分ぐらい放置して余熱で火を通していきます。はい、で余熱調理している間にねサラダ作ろうと思います。はい、サラダできました。今余熱調理してる鶏肉なんですけど、最後にソースをちょっとかけたいなと思うので、その準備をしようと思います。でまずニンニク。このニンニクと玉ねぎね、実家産のやつです。ズッキーニ、これ彩りでねちょっとだけ。なんか暗くなってきた。電気つけようか。そろそろ15分ぐらい経つのでお肉を取り出します。いい感じに仕上がっているのではないでしょうか。で最後にねこのお肉にかけるタレを作って、ニンニク、玉ねぎ、ズッキーニ入れて、醤油、蜂蜜、よし、しっかり火通ってます。このジューシー感伝わりますでしょうか。完成。いただきます。今日は鶏胸蒸し焼きとサラダと米です。鶏胸からいこうかな。いただきます。うまい。作り方もすごいシンプルだし、このソースを変えるだけでですね、いろんなバリエーションができるので、結構重宝してるレシピです。ごちそうさまでした。さて、これからね、お風呂に向かうんですけど、本当はね、このすぐ近くの、お風呂に入ろうと思ってたんですよ。ですが、そこがメンテナンスのため、ちょっと休業中だっていうことが判明しまして、ちょっとここから10分、13分ぐらいかかるところなんですけど、そこに今から移動します。海辺の湯。あ、ここ天然温泉なんだ。ここ車も少ないし混んでないかもしんない。はあ、超気持ちよかった。お風呂完全貸し切りでした。超ラッキー。黒湯系のお湯でした。結構広めのサウナがついていて、露天風呂があってですね、暗いのと目が悪いのでちょっと景色がわからなかったんですけど、多分明るい時に行ったら海見えるんじゃないかなと思います。はい、寝床の準備ができました。今日はね結構暑いんで、多分こいつをお腹だけにかけるみたいな感じで寝るかなと思います。そしてね、もう一つ私が睡眠の質向上のための DIY をなんかしたいなと思ってることがあって、それがね、朝起きた時に映し出してる映像でね、そのフロントガラスのところから朝日がこうまばゆいばかりに差し込んできてるのがよく映ってると思うんですけれど、あれね結構眩しくて目覚ましになる時間の前に起きちゃったりとかするんですよ結構。なんで座席とこの後ろ側の部分、生活スペースをこう仕切るように布をこうつけたいなと思ってて、その布を今まだ全然途中なんですけど縫ってるところで、旅中にも時間あったらやろうと思ってるんですけど、おやすみなさい。おはようございます。今5時です。よし、準備しよう。
やばいことに気づいた。これさ、パドルが連結できないわ。どっちかにぽっこりがあって、どっちかとへこんでる方じゃないといけないのに。やべえ、短い。これ全然進まないかもしれない。さあ、この辺で一旦投げてみようかな。いやー、このパドルの件残念すぎるわ。ちょっとね、自分でもこんなボンミスするなんてびっくり。天気はね、小雨がポツポツぱらついてる状態です。一応昨日見た時は曇りの予報だったんですけど、この後雨上がってくれることを祈ります。海藻がちょいちょい引っかかってくるようになった。これはいいよね。イカは海藻のあるところ好きだから。海藻があります。沖の方でね、結構規模のでかいナブラが発生してました。今日何回かナブラを見てます。なので魚はねいるっぽいので、あとはイカを釣るだけなんですけど、全然釣れないよ。とね、もうね、いい時間になってきてるので、この前釣れたラッキーエギを最後に3回だけ投げて終わろうと思います。1回目。うわっ、へえ、待って、今イカ見えたんやけど。今イカ見えたんやけど、なんかこれになんかイカおった。イカがシュンってこう、ちょっとこれさ、もうちょっと頑張るしかないよね。やばい、今の。ちょっとこれ釣りたいよ。結局その後当たりはなく、10時まで粘ることにしました。あと20分弱ぐらいですね。よし、頑張るぞ。あと20分弱。エギを投げまくる。アラーム鳴ったー。10時だー。ダメかー。釣れないかー。ダメかー。残念でしたー。なんかいい感じに流されて、ちょっと帰りたい場所に近づいてきて、なんとなく。
本当はねこのバナナをサップに持ってってサップ上で食べようと思ってたんですけど、サップに持っていくのを忘れました。猫ちゃんさあ、お昼にしたいと思うんですけれど、今日はねこんなものを持ってきてます。これはねホアジャオっていう山椒のようなしびれる辛さが特徴のねスパイスを使って作ったラー油的なものですね。ファージャオオイルです。でこれ、家で作ってきたんですけど、作り方めっちゃ簡単で、ホアジャオと唐辛子、これ実家で採れた唐辛子使ってみたんですけど、フードプロセッサーで粉々にして、でごま油にそれらを加えてじわじわ火通して香りをオイルに移したものです。でこれでね今日はマーラーメンを作ってみようと思います。にんにく刻みましょうかね。ホアジャオのフードプロセッサーで粉々にこうすりつぶしたパウダー状になってるやつを舐めてみたらめっちゃピリピリで、あこれだっていう感じで、人参もねちょっと細めに切って、OK。 油を鍋に温めてにんにくを炒めます。香り、ひき肉を加えます。これ 100g ぐらいかな。ちょっと多い気もするけど、全部使ってしまおう。お味噌入れます。水。今日使う麺はですね、茹でたりとか何もせずに水を切るだけでそのまま食べられるおからでできた麺っていうのを買ってみました。これ水切りするだけで食べれるんですごい楽ちんですね。で麺はこれで準備完了で、そうこうしてる間にこれが沸騰してきているので、薄口醤油で味を整えます。いい感じなんじゃないか。人参、小松菜入れて、もやしを入れて、野菜に火が通ったら OK。 スープ完成。ほんでここに今日のメインのホアジャオオイルをねかけてみよう。でこう下に溜まってるんだよな。できたー。どうでしょう。マーラーメンいただきまーす。じゃーん。超美味しそう。いただきます。うまっ。ピリピリくるわ。調味料としていろいろ重宝できるんじゃないかなっていう気がして、昨日作った鶏胸肉の料理とかにかけたりしても美味しいかもしれない。Let's go. Go.